蛇の道感想、明朝体の蛇とゴシック体の道、そして柴咲コウは冒頭10秒、なぜ静止しているのか。冒頭、ノイジーな音とテロップ、すると音がプツンと途切れます。その瞬間から柴咲コウのこのショット、そしてこの静止状態が、10秒続いた後、ようやく動き出します。反対方向へ。ここには復讐パートナーがいて、復讐が開始されます。2人とも、それぞれ娘を殺されています。1人目、組織の会計係を拉致。黒幕を聞き出して拉致を繰り返します。ところが拘束器具は2つしかないから3人目を拉致する前に柴咲は殺し合って1つ開けろと命令。結果1人死亡します。これは論理のメタファーなのでは。正論は反論を消去する。途中柴咲の表の顔が挿入されます。精神科医で患者は西島秀俊。処方された薬を毒じゃないのかと疑う西島。薬毒問題。そういえば薬と毒はギリシャ語ではどちらもファルマコン。後日西島、僕はいよいよ終わりです。柴咲は本当に苦しいのは終わらないことでしょう。そして西島はついに自殺。最後の言葉は全てを終わらせる。直後、パートナーのこのショット。いよいよ組織の最高権力者の拠点へ。なんとそこは遊園地。パートナーは採用で妻と対面。最高権力者は自殺したと告げられます。妻からあなたが最高権力者に相談するよう促した。そしてその後は関与していないとの言葉。因果の起源はパートナー自身へ。二人は殺し合い、パートナーが生き残ります。復讐完遂と思いきや、残るはあなた一人。拘束。実はパートナーも組織の宣伝、流通に関わっていました。被害と加害が混然、ファルマコンを思い出します。そして柴咲は光あふれる自室で、夫とリモート通話。そこで夫、二人だけならうまくいったかも。柴咲、娘を撃ったのはあなたね。で、終了。光の中には漆黒の闇がありました。論理や因果の連鎖そのものを映画にした感じ。行き着く先は空虚、あるいは被害と加害が混然一体。具体的には自身の配偶者、さらには自分自身が究極の原因。だからラスト青木が原因で終わるけど、その先には柴咲自身がいる。ここまで整理した上で浜口竜介による黒沢清の復讐表現の解説を確認します。黒沢清の暴力とは、誰かが暴力を行使するから恐ろしいというよりも、暴力が我々を行使するということがはるかに正確であって、恐ろしいのは暴力がただ自らを広げ拡大することだけを唯一の目的として、それ以外は何の目的も持たずに無償に存在しているところ。ここで冒頭の柴咲の静止の意味がわかります。暴力が柴咲を将棋の駒のように動かしているみたい。ここで明朝体の蛇とゴシック体の道の意味を考えられます。可読性の明朝体、視認性のゴシック体、柴咲は精神科医、フロイトは意識は5表彰、無意識はモノ表彰と指摘。つまりこの映画の主役は柴咲の意識を刺激する無意識の暴力。チャンネル登録よろしくお願いします。